どうもこんにちは。ギークインボックスの山地です。すいません。山地で。社長の佐賀は今、韓国でバリバリ働いてますので、代わりに山地が撮ってこいというところで、本編動画出演させていただきます。今回、YouTube 登録者数ですね。こちらが6万人をありがたいことに突破いたしました。ありがとうございます。記念というところで、今回6万人に合わせまして、楽器や店員の私物ベースを6本紹介するという動画を撮りたいと思います。さらにその6本を買取査定して金額までお見せしてきたらなという感じで思っております。早速本編へどうぞ。それでは、1人目入っていただこうと思います。石川さんです。どうぞ。どうも、石川です。お願いします。お願いします。まず、スタッフ紹介というところで、入社の経緯をご説明いただけたらなと思います。はい。ずっとギークインボックスの動画は見ていまして、働きたいなと思ってたんですけど、なかなか求人が出ていなかったんですけれども、X ですね。見ていたタイミングで、佐賀さんが求人を出していたので、もうその日のうちにもう求人に応募しまして、応募してから1週間で決まりまして。大体うちはそうですね。佐賀のツイッターの募集に DM して、で、1週間以内に決まるというのが大体うちの流れになりますので、はい、今後もそういう多分入社の経緯があるかなとは思います。入社するまではどういったことをしてたんですか？入社するまでは、ベースのサポートであったり、メインはデザイナーの仕事をずっとしていました。デザイナー。はい。じゃあうちでも今デザイン関係の仕事をしてるんですか？今はあまりやっておらず、はい。基本的にはデスク業務、お客様からのお問い合わせに返信させていただいたり、オンラインでのご購入いただいたお客様に、発送業務などを行っております。うちもオンラインでの注文もありがたいことにいっぱいいただいてて、それを滞りなくスムーズに回してくれてるスタッフになります。次、楽器の紹介をしてもらおうと思いますが、G7 スペシャルの何ていうモデルですか？ JB タイプ2っていうものになります。これの入手のエピソードだったり、気に入ってる点とか、軽くご説明いただけたらと。18ぐらいの時だったんですけれども、最強の JB が欲しいみたいななるほどですね。のを探してまして、もうその当時20本30本近く弾き比べてたんですけど、見つからず、渋谷に G7 ギターズがあった頃に寄ったんですけれども、これも弾いた時に感動しました。なるほど。18ってことは何年前ですか？12年。2年前ぐらいに。確かに見た目からしても最強感ありますよね。このレリックは元からですか？買った当初は新品の綺麗な状態だったんですけれども、ライブとかしたらもうボロボロに。いいですね。最強になってった感じもあると。いいですね。いろいろ追求していった結果、普通の JB ではなくなってしまったっていう。なんか改造点とかあるんですか？そうです。もともと最初、リンディ・フレーリン、ピックアップ乗っけてたんですけれども、グリーニングドッグっていうピックアップ。グリーニングドッグ。初めて聞きました。いうメーカーにピックアップオーダーで作ってもらいまして、これがかなりミッドが出るので、JB ってやはりこう両方出した時にミッドがスクープされる感じがあるんですけど、それがあんまなく、ピッキングした時にプレベみたいなそういうことですよね。噛みつき感が出るっていうので、普通の JB ではなくなったけど、かなりお気に入りの一本ではあります。ありがとうございます。サウンドも最強の JB ってことなんで気になると思うんで、音も聞いてもらえたらなと思います。いや、いい音でしたね。ありがとうございます。なんかバキバキしてて、なんか原稿も低めですか、割と。そうですね。あえてちょっと低めにしてますね。G7 スペシャルの、ジャズベースですね。こちら、今から買い取りの方の査定をさせていただきますので、お時間いただきます。査定させていただきます。G7 のジャズベースですね。中古はあまり多くないですね。G7 あんまり。そうですね。あんまり出ること多くない気がしますね。もともとの球数もそんなに多くないのかもしれないですね。G7 スペシャルのジャズベースタイプですね。こちら。15万4000円で買い取りさせていただければと。いいんです。こんなボロボロで。いや、ボロボロ。ボロボロで。いや、珍しいですよね。この商品でボロボロでも価値下がらないっていうのは。
そうですね。珍しい界隈かなと思いますけど、15万4千円で買い取りさせていただければと。よろしいですか？ちょっと考えさせてください。はい。承知しました。いつでもご相談いただければと思いますそのので。時はよろしくお願いします。では、次のスタッフを呼びたいと思います。それでは、2人目ですね。早川さんどうぞ。はい、お願いします。お願いします。いいよ。ありがとうございます。はい。では、まずスタッフの紹介からいきたいと思います。早川さんです。はい、よろしくお願いします。入社の経緯をはい。簡単に。お察しの通り、石川さんと同様に、X で佐賀さんの募集を見て、DM をして、私の場合は、ちょっと DM が埋もれてたみたいで、なるほどですね。2週間ぐらい、2週間ぐらいの、まあ、はい。バッファーがあったんですけど、で、働かせていただいてます。はい。はい。入社するまでは何してました？もうずっとバンドをやってましたね。バンドやりながら、まあ、合間で、リハーサルスタジオでも働かせていただいておりましたね。去年ので、5月にこちらに入社させていただいたって感じになってますね。ありがとうございます。今、うちではどんな仕事を主に？僕も基本裏方デスク業務を、担当させていただいて、お客様からの問い合わせの返信だったり、あとですね、最近中古品の、説明文も書かせていただいてますね。うちの商品ページの下の方をスクロールすると、説明文早川と書いてますね。ちょっと見てやってください。はい。気になる楽器なんですが、はい。これまた渋い、ジラウドのメビウスの語源5ですね。はい。ジラウドのメビウス5のタイプ1ということですね。これでもなんか見たことありますね。おー、本当ですか？見たことありますね。これ、うちに入ってたやつですね。そうです。そうですよね。はい。うちで購入した商品というところで。じゃあちょっと入手の経緯を話させていただければと思うんですけれども、私昨年の5月に入社させていただいたんですけど、実は面接に来た時から、ちょっとこれ、気にはなってたんですよ。それ目当てで入社した。いやそういうわけではないんですけど、まあちょっと早めに着いちゃったんで、お店で待っててねって感じの時に、ジラウドあるなと思ってて、6月に入り、セールがちょっと行われて、これはもうそういうことだよな。なるほどですね。このジラウドという、ブランド、もう今ビルダーさん亡くなられてて、現存するものしか残ってないんですけれども、もう10代の時に最強の JB が出たっていうまあわけでないんですけど、なんかこう自分グッとくる一本が欲しいなって思って、いろんなベース探してる時にこのジラウドというブランドに出会って、福田さんがやられてた工房にもお邪魔して、縦振動のタッチというちょっと独特なピッキングを提唱されてる方なんですけど、その辺も習ったりして、その後ジラウドも実際に所有はしていたんですけど、いろいろ事情があって手放してしまって、福田さんが亡くなられてしまい、もう手に入んないな、何か機会があれば手に入れたいけどって思っていたタイミングで JB に入社し、こちらに出会い、セールが始まり、もう買おうと思い、運命ってことですね。つまりそういうことですね。ありがとうございます。お迎えしました。ありがとうございます。メビウス独自のサーキットが載ってるイメージなんですが、こちらも例に漏れず。そうですね。パッと見のレイアウトはもうシンプルなパッシブ JB のようなコントロールになってるんですけれども、マスターボリューム、ピックアップバランサー、メビウストーンという回路が搭載されまして、こちら絞り切るとパッシブ JB のようなトーン。真ん中にすると、オーディオ的なフラットの、かなりハイレンジではあるんですけど、フラットのトーン、フルアップにすることで、ドンシャリな、スラップに向いたサウンドになっています。パッと見パッシブっぽいんですけど。アクティブです。アクティブなんですね。アクティブでございます。はい。いいですね。なんか普通のトーンじゃないところもやっぱり。そうなんですよね。もうかなりビルダーさんのこだわりが現れた一本だと思ってますね。どのポジション使うことですか？ジラウド使われる方って基本的にスラップバキバキの方が多いとは思うんですけど、僕はこれもう基本的に指弾き専用機で、基本ゼロからスタートしながら、いい塩梅にローが出てくるなっていうのを現場に合わせて、今日はこれぐらいかなっていうトーンの決め方をしてますね。じゃあちょっとむっちりめに弾く系の。そうですね。もうかなり後ろにこうベースがぐっといい意味で後ろに下がったむっちりトーンを出すときに使ってます。ありがとうございます。はい。早速こちらもサウンド気になると思いますので、ちょっと弾いてみてもらっていいですか？はい、かしこまりました。お願いします。はい。
聞いていただきましたが、いや、いいですね。そのコントロールで本当に全然変わってきて。そうなんですよね。うん。僕が所有してるのって4弦の、楽器が多くて5弦ベースでもう今これ1本だけなんですけど、作れる音の幅も広いですし、ロービーとか弾いた時のムチっと感ですね。がもうやっぱこれ変え難いし、これ1本あれば5弦で弾きたい自分のベーススタイルってこれで全部できるやと思って。つまり最強の5弦 JB というか。そうですね。なるほどですね。そういうことです。ありがとうございます。僕もやっぱりそのむっちりとした方のポジション好きでしたね。ではこちらも買取査定の方をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。少々お時間いただきます。はい。ジラウドですね。こちらもね、弾数がですね。かなり少ないので、ちょっとニッチなブランドもしっかり買い取るのがギークインボックスですので。はい。デジマート見ても在庫ありのジラウドないですもんね。もうそもそもの弾数が少ないのと、現存してるもののみってなってしまってるのが。出ました。はい。こちら。はい。買い取り金額。はい。22万円です。ちょっと考えますね。ちょっと考えますか。まあそれぐらいの値段になってきますんで、もしジラウドをお持ちの方いて、使ってない方いたら、ギークインボックスの在庫で気になるなって下取りに出すとかあったら、ぜひお問い合わせいただければと思いますので。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。では次のスタッフ呼びたいと思います。次、寺尾です。どうもこんにちは。ギークインボックスの寺尾です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。彼は YouTube ショートの動画でもよく見る方多いと思いますが、他にはベースサウンドマニアックで楽器の紹介してくれてますね。はい。例に倣って入社の経緯をお願いします。ずっと僕横浜に住んでて、でベースもやってて、でギークインボックス入りたいなと思って、Twitter で佐賀さんが募集かけてたので、僕はメール送りましたね。メールの方が受かりそうと思って。なるほどね。ちょっと固めなね感じあるよね、メールの方がね。メール送って、その日に返信来て、次の日朝オンラインで面接して、そのまんま店来てって言われて入社して。最速パターンだ。そうです。年齢は今23です。23。はい。じゃあそれまでの社会人経験とかだけもそのまま。そうですね。なるほどですね。ありがとうございます。今回紹介していただくのが、これまたベースギークな感じがありますが、紹介お願いします。リアルボッサデザインっていうのの UJB5 っていうモデルです。これもなんか見たことありますね。そうですね。まあずっと探してて、このボッサの UJB5 っていうモデルを入社してからもずっとイヤフォーク見たりとか、まあメルカリ見たりとか、デジマート見たりとかずっと徘徊してたんですけど、ギークインボックスに中古で入ってきて、ですよね。買いますこれウェブに上がってないもんね。そうですね。これがまあ楽器やテイの特権というか。これ僕買うんでって言って買って手に入れたっていう感じですね。はい。気に入ってるポイントとかあります？まあずっと探してて、昔だと使ってるミュージシャンだとネイザン・ワッツ、TV ワンダーとか弾いてるベーシストとか、最近だとマット・ラムジーとかゴスペルですね、カーク・フランクリンのバックとか弾いてる人が使っててずっと UJB5 を、まあだから欲しいなと思って、僕すごいゴスペルとかファンクとかそのあたりの音楽好きなんで、そこですごい惹かれてて音いいなと思ってたんで、探してて見つけて弾いてみたら、まあなんと同じ音が出るということで。しっかりそっち系の音が。そう、そっち系のまあ、ギークインボックスにあるやつだとスイングとかアナコンダとか、あっち系のイメージですね。バチバチ系の最強のね JB のサウンドが。やっぱ最強っていいっすね。いろんな解釈があって、ミドルに寄ったのもあったら、ムッチリもあったら。ここら辺が気に入ってますね。はい。ありがとうございます。サウンドも気になるかなと思いますので、聞いてみてください。
いやー、かっこいい。そっち系でしたね。紛れもなく。コントロール、うんうんうん。いろいろ選べるんですよね。ハンバッキングのピックアップが入ってるんですけど、まあ普通にハンバッキングのミックスで使えますし、単体でも使えるんですけど、コイルを内々と外で選択できるんですけど、外側の音が70年代をもっとこう、モダンにした感じの JB サウンドで、それが超最高なんで、ちょっとそんな感じで弾いてみました。オタクっすね。ついてこれてます。まあ、ついてこれてるか。うちのチャンネル登録してくれてる人は。まあ、そういう感じのナイスなベースを買い取り査定させていただきますんで。お願いします。はい。少々お待ちください。ボッサもね、少ない、全部少ないな今日持ってきてもらってるんですよ。ボッサだとね、そのトリビュートの、まあ、安い方と、これ安くない方。ガチのボッサ。ガチの方ですね。ちょっと見てみますか。UJB5 ですね。デジマート見たらもうほぼほぼ在庫ないっすね。中古も。即売れ系のブランドですね。出ました。こちら、買取金額ですね。16万9400円になります。金額感的には納得ですか？まあ悪くないと思いますが、悪くないですね。はい。手放しません。手放しません。はい。はい、承知しました。ボッサさっき言ったみたいに、トリビュートの廉価版から高い方ありますんで、もしなんか家にあって、これどっちだろうってわからない人いたら問い合わせでもしてくれたらすぐに買い取り金額出しますんで、ちなみにトリビュートの方だとどれぐらいになるのかな？モデルもいくつかありますよね、うんうんうんボッサって。まあ OB とか OBJ とか。そうですね。トリビュートの方でもだいたい6万ぐらいにはなりそうな雰囲気はありますね。なので、まあもしお家にボッサがある方、手放したいと思っている方、お問い合わせいただければと思います。寺尾がウキウキで説明文書くと思うんで、はい。ぜひよろしくお願いします。はい。では次いきます。では次4人目ですね。はい。岩井さんです。どうぞ。お疲れ様でおす。疲れ様です。お疲れ様です。どうも。お疲れ様です。その、おっちゃん感言われてもらっていいですか？いや、最年長なんで、ね。最年長ですね。はい。社長より年上ですね。はい。恥ずかしい。恥ずかしい。まずは、岩井さんの入社の経緯と教えてもらえたらなと思います。はい。まあ、当時関西住んでたんですけど、はい X でまたはい佐賀さんが募集してってことで、うんまあ、コンタクトを取って、うんまあ、ちょっと喋ったら、はいじゃあ拾ってくれるということでああ、なるほどね。関西から横浜にちょっと来ました。言い方変えましたね。コンタクトを取って拾ってくれたというところで。そう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 はいそれまでは何を会社員をしながら、まあ、プレイヤーとしてセッション活動とか、はいはいまあはいろんなところで今、ゲーキンボックスでは主にどんな業務をメインに？店頭対応とかリペア、はいあとは営業活動もさせてもらってうんうんて、まあ、国内も海外も、うんまあ、行ってなんか相談とかしてますね。言ってましたね、最近。ああ、そうですね、ドイツ。ドイツ行ってましたね。 YouTube 本編も上がってますし、はいはいはいあと、ギークインボックスの B 面っていうね、はい YouTube もあるんですけど、それでは結構私クローズアップされていいね。やってるんで、よかったら見てください。ドイツ楽しかったですか？楽しかったですね。あいいですねいや、大変でしたよ、日本語通じひんから。そりゃそうや。そりゃそうや。この岩井もギークインボックス来てもらえたら店頭で接客しますので、お待ちしてます。お待ちしてます。楽器の紹介をしてもらおうと思いますが、はいバンザンと僕も大好きなブランドですね。それはバンザントの JBV カスタムですね。前のオーナーがカスタムオーダーで作成されたやつだと思うんです確かにけど。あんまり見ない雰囲気の。そうですね。何かこの楽器の気に入ってる点とか、いつ楽器ゲットしたんですか、これは？これちょっと10年前で、うんうんまあ、当時ちょっと関西住んでた時についてた師匠が、うんまあ、メインでバンザトの JB を使ってて、はいはいはいバンザトの JB って憧れあって僕の中で、はいはいはい。好きな人が使ってるベースに対する憧れ。ちょうどその時に近所の楽器屋でたまたまこちらが備品中古で入ってきて、うんもうすぐ買いに行ってって感じですね。当時いくらぐらいで買ったんですか？でもめっちゃ安かったですよ。10半ばとかやって。安っ。中古やったんでね。何か改造されてる点とかって？当時やっぱセットアップとかできひんかったんで、年に1回ぐらいその地元の工房でアルテロカスタムギターズはいはいはい。に、まあ、セットアップ行ってたんですよ。はいはいはい。ほんならまあ代表の安田さんがは「おこのブリッジいいぞ」言われて、はいはい当時スパイラルやったんですけど、はいなんか ESP のやつに変えてこの輪郭変わった気がしますね。すごいはっきり出るようになった気がします。そんなテンション感だったんですか？あ、ほんまにそんな感じで。おおこんな感じで。このブリッジやな。いいぞそんな感じでおー弱いとか言われて。それ言われたらもう変えるしかないですよね。そうそう変えて良くなって音も。そうですね、音輪郭出たですね。あとはそう、ペグが壊れたし、ペグも後藤に変えたんと、うんうんストラップピンもネイジャーがバカにやったんで、うんマウント式のジムダのはいはい変えました。ストラップはあれてるっすね。あ、いいですね。これ滋賀県魂の琵琶湖ナマズです、ね。滋賀県出身。はい。もう10年ちょい使ってるんで、だいぶ裏もそうなんですけど、わお。こうなったり元はピカピカですか？そうですねピカピカっていうか、まあめちゃめちゃもう備品、でもあ、そっか。備品中古やったんで、はいウェザーチェックってわかりますかね、動画で。すっげえ入わってるんですよ、ね。かんないと思うんですけど。すげえ入ってて結構入ってますね。そうそうそう。私、ピッキングで小指ここに当たる癖があるんで、すげえ削れたりとか。長く使い続けてる。さっきの石川さんのベースもそうですけど、やっぱ味が出て、歴史っすね。いやそれ岩井の歴史が詰まってます。岩井の歴史がね。
はい、ありがとうございます。10年選手の思い出のベースのサウンドを聞いてもらいたいなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。聞いていただきました。いいっすね。ありがとうございます。いいっすね。思い出しましたけど、今これと同じようなベース、うちに在庫ありますちょっと G7 ギターですね。G7 はい。ちょっとその担当の人に喋ってて、はい10年使ってる俺の JB がいいから、これ作ろうぜっつって、ね、作ったやつが1本あります。あれも最高なんで。いや、あれ最高ですね。ぜひ弾いてもらいたいです。よはい、かったら。岩井とお揃いにしたい方いるかわかんないですけど、もしいたら、いや、めっちゃいい音でした。ありがとうございます。ありがとうございます。では、このベース、買い取り査定させていただきますので、お時間いただきます。はい。はい。バンザンとね。バンザンと新品も今のご時世考えると安いですよね。いや、そうですよね。つい最近までなんか40万切ってましたもんね。うん次のロットからヘッドの形変わるらしいですね。変わるらしいですね。カスタムっていうところで、通常モデルとは変わってくるんですけど、そこの辺もしっかり考慮して買い取りさせてもらいますので、はい、出ました。当時いくらで買ったって言いましたっけ？10半ばぐらいですかね。15万。それぐらいでしたね。こちらの買い取り金額。16万1700円。ちょっと上がってる。10年あればこれだけね、変わるというところで。そうですね。これは売らないですよね。そうですね。これは売れないですね。 10年前に買ったベース、15万で買ったから、どうせ売れても8万ぐらいかなとか思ってる人いると思うんですけど、15万で買ったベースが16万になる時代ですんで。いい時代になった。いい時代になりましたね。いい時代になったのかは、ちょっとそこはあれですけど、見積もりだけでもいいので、ぜひ。ありがとうございました。次のスタッフに行きたいと思います。続いて5人目ですね。入っていただきます。どうぞ。2度目ましてになりますか。はい、石川です。どうも。1人目の石川さんです。はい、よろしくお願いします。2本目持ってきてもらってありがとうございます。コッポロですね。来ました。かっこよー。黒のマッチングヘッドで。佐賀さんのコッポロと似てますね。佐賀さんの方が確か別光のピックが。ですね。はい。じゃあこの楽器の入手の経緯だったり、気に入ってるポイント、スペックなど熱く語ってもらえたらな。入手の経緯としましては、はい、先ほどの G7 ジャズベース、はい、あれで最強の予言 JB をゲットしたので、今度は最強の5弦 JB をそういうことになるんですね。はい、探してたんですけれども、知り合いがこのコッポロを手放したいということで、速攻連絡しまして、ちょっと一度スタジオ行きましょうと。なるほど。はい。でもう弾いた瞬間、買いますっていう流れで、譲ってもらいました。いつ頃購入された？7年前に。7年前。はい、買いましたね。2018、9。8年ぐらいか。なるほど、なるほど。これはいつの時代のですか？ニューヨーク期、コッポロの工房がまだニューヨークにあった頃のものになりますね。じゃあ、佐賀さんとものやつとも年代が割と近い感じの。はい。ここがマスターボリュームのバランサーになってまして、一発で切りたいっていうのがあるので。仕事人っぽい感じですね。そうです。いいですね、その黒の塗装の感じも。そうなんです。おそらくポリ塗装なんですけど、かなり薄くて。極薄の光当ててぬめっとした感じが。そうなんです。この質感がとても好きで。こちらも気になるサウンドを聞いてみてもらえたらなと思いますので、はい。お願いします。お願いします。弾いていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。間違いないですね。はい、最強ですね。これは間違いないですね。使ってるミュージシャンの方も増えた気がしますよね、国内でも。そうですね。やっぱり一時期あんまり入ってこなかった時期もあったので、最近もあんまり入ってきてないですね。本当に。かなり金額も高騰してますんで、買い取り金額がかなり気になると思いますので、査定してみます。ちなみに当時いくらぐらいで買ったかって、なんか教えてもらえたりします？まあ、おおよそ50万円。安い。
て、はい、 50万コッポロが。でその当時でも安いとは思います、ね、ご友人価格みたいな感じで。そうです。はいはい。はい。じゃあこちらちょっと査定させてもらいますんで、気になります。頑張って改善させていただいて、はい、よろしくお願いします。はい、お待ちください。ハイフンが入ってるんですね、間に。あればハイフンコッポロ。あ、そうですね。確かに。はい、ハイフン入ってるブランドって他何かありましたっけ？デジマートで見るのとかで言うとギャリー・エンクルが入ってますよね。確かに入ってますね。ハイフン入ってるブランド知ってる方いたらコメントで教えてください。お待ちしております。お待ちして。買取金額こちらですね。はい。72万6,000円になります。72万。72万6,000円になります。痺れますね。痺れますね。痺れますね。50万50万で買ったんですよね。投資ですね、これはもう。本当ですね。皆さん楽器買うなら、もう今本当に早いですそうですね。ので、10年後、コッポロどうなってるんですかね。100超える時代が来るかもしれない。まあ、100は今も超えてはいるんですけど、あ、はい。買い取りがね。買い取りが100万超え。なかなかっすね。痺れますね、それは。痺れますね。ヴィンテージ以外で買い取り100万超えるって、カール・トンプソンとか、ポデラのなんかえぐいやつとかありそうですけど、ケン・スミスとかも。72万6,000円になります。はい。どうします？いい話なんじゃないですか？いや、かなりいい話ではあるんですけれども、もしギークインボックスでいいベース入ったら、これが店頭に並ぶかもしれないので、その時は察してください。これよりいいベースが入れば気になりますね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では次いきます。はい。次、6本目紹介してもらいます。村井です。こんにちは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 。ベース持ってるんですか？持ってるんですよ。ギターショップトニークの副店長の村井さんです。副店長の村井です。これまたなんか渋いもの持ってきましたね。持ってきました。じゃあちょっとこの説明は一旦後で聞くんで、入社の経緯、人となりをちょっと教えてもらって。知りたいですか？結構知りたい。だってギークインボックスのチャンネル出るのもちろん初めて。もちろん初めてですね。はい。私もですね、社長佐賀のツイッターで募集のポストを拝見してDM を送って、そのまますぐ採用っていう形ですね。それまで東北地方に住んでたんですけど、岩井は関西から来たんですけど、僕は東北から南下してきたパターンです。なるほどね。岩井は北上してきた。北上してるから、だから中間地点に GIB が。なるほどなるほど。はいはい。ってわけじゃないんですけど、別に。最初はギークインボックスで勤務させていただいたんですけど、僕ギターも弾くので。ギターもというかギタリストですよね。そんなことないです。そんなことないですよ。50、50。あ、50、50情熱としては。70、30ぐらいかと思った。いやいや、もう50、48、52。どっちがだってギターが50かなであってほしいんですよね、今は。最初ギークインボックス行って働いてて。そうですね。徐々にちょっとずつトニークを拡大したいっていう動きが出てきて、光栄なことにじゃあ僕を2人目として迎え入れてくださるっていうことだったので、トニークに。今までトニーク小沢さん一人でワンオペでやってたんですね。やってました。そこで入らせていただいて、白羽の矢が立ちましたね。立ちましたね。僕らと働けなくなっちゃって。寂しいっすか？寂しい。いや、リアル寂しいですね。嬉しいこと言ってくれますね。寂しい気がする。せいせいしたとも言えるかもしれないですけど。二極化してるんですか？二極化してるね。同時に共存する感情があった。そういうことですね。確かに僕が移籍した直後、たまに用事あって GIB 来た時、なんかみんないつも優しかった。確かにね。ちょっと優しく OB 感勝手に出てたのかもしれないです。いなくなって気づく大切なそういうことっていうのありますからね。はい。という人です。はい。楽器の紹介をしてもらえたらと。またなんか楽器査定しにくいもの持ってきましたね。持ってきちゃいました。もう逆に僕自身がこの楽器のことそんなに分かってないから。なるほどですね。これを機にちょっとどのぐらいのものなのかっていうのを知りたかったっていうのもありますね。いいですね。はい。K ニューイのベースなんですけど、3シングルピックアップ。で、かつ、3ボリューム、1トーン。3ボリュームですね。じゃあそのノブの量でパッシブなんだ。そうです。それぞれのピックアップのボリュームをここで決めて、あとはトーンで調整するみたいな。画期的ですね。結構珍しい。でも画期的と言いつつも、これ89年生なんですよ。お、37年前。もう全然僕らよりもはるか年上。岩井さんと同い年。もしかして。じゃあ、同時期に誕生したベースというところで。そうですね。一回、リペアショップに持ち込んだ時に、ちょっといろいろこのベースのことを教えてくださいって言った時に、ボディ材が多分これタモだぞみたいな。タモ。たまにありますよね。たまに聞きます。たまにあります。タモ。
裏返ってきた？誰も笑ってないから。誰も笑ってない。笑ってない。タモは家具とかにも使われたりとか、あとバットに使われるらしいですよ。もう打ってよし投げてよしのベースっていうことらしいです。意味わかんなすぎる。投げたらダメですよ。バットは投げないで。意味わかんなすぎる。俺の発言は。ちょっと休憩します。さすがに笑いすぎる。早朝テンションすぎる。そうっすね。早起きしちゃったから。これは89年生ってことなんですけど、はいいつゲットした？これはですね、はいもらい物というか、もらい物。はい。はい、村井家に村井家代々引き継がれてるベースなんですよ。 89年から浅すぎる。浅すぎる。代々って大体100年とかな気がするんですけど、そうそうそうまあ89年からの37年間。そうです。代々。まず父親はが友人からはいなんか譲り受けたらしくて、はい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 兄も、はいベース弾くんですよ、はいはい最初弾き始めて、うんその後に兄がテニス好きすぎてベースやめたんですよね。よくありますよね。よくあるんですよね。よくありますね。はいテニスかベースかどっちか。そうありますねはいその時に僕がじゃあ僕にくれよっていう話になって、それ1本目ですか、ベース。そうです、ででこれだから大学1年生ぐらいから使ってるんですけど、ずっとこれ1本でやってましたね。兄がテニスにはまらなかったら、はいここにいないかもしれない。そうです。そんなことはない。そうですよ。そうですよね。はいありますよね。はい。いいですねもう。そうですね。ありがたい。他にベースを知らなかったのもあるんですけど、うん割と気に入って本当に大学から社会人2、3年目ぐらいまでかな、ずっとこれ1本でやってました。変ですね。なんか、はい。 1本目これで、6年間それを使ってた。タモしか知らない男タモしか知らない。いやなかなかそうです。レアなアルダーを知らずにすごいですね。タモできたあいいですね、はそんな経験の人の弾くベースはどんな音なのか。はい。タモしか知らない男のベースプレイ聞いてもらいたいなと思いますので、はい聞いてみてもらっていいですか。はい。お願いします。どうぞ。聞いてみてもらいました。うまいですね、ベース。ありがとうございます。タモの音してましたね。わかります？わかりますね。これタモです。タモならではのタモならではのサウンドでししたね。た。本当に分かってます。はい。ビッグインボックスで働いてるんで、はい。そっか。はいビッグインボックスされるとタモの音もね。わかります、はいはいさて、この買い取り難しいベースですね。はい査定してみようかなと思います。はい。おこういっ願いしまたす。珍しいモデルもしっかり正しく適切に査定するのがビッグインボックスですので、はい。ちょっと難しいんでお時間いただくかもしれないですけどいいですか？はい。大丈夫はい、です。ちょっと調べます。はい。見たことないもんな、このベース。僕もこれしか知らないですね。これしか知らない。被ったことはないですね。最初この企画やるってなってどんな楽器持ってくるのって話した時にニューイのベース持ってきますというところでおいいねと思って、はい普通の JB であらかじめリサーチしてたんですけど、はいこれが来たんで後出し3シングル。後出しちょっとね後出し3シングル後出しタモなんですけど、はいちょっと頑張って査定してみますお願いします。いやーむずいっすねマジで情報が市場にない情報がないベースですねそうですよね。海外とかも見てみようかな海外にあったら面白いですね。意外とめっちゃあったらあ面白いですりますよね。海外で。めっちゃあることはないと思うけど。出ましたか？もうちょっとで出ます。もうちょっと出るはい、もうちょっとで出ました。はい。こちらのニューイのはい。 3シングルタモパッシブはい。買い取り金額はい。 13万2000円でいかがでしょ13万2000円う。。13万2000円。村井家の家宝候補なんですけど、そこを加味してもですか？村井家の家宝だったら13万2000円。嘘です。込みでも。楽器単体で13万2000円にわかりました。あなります。りがとうございます。まあちょっと難しいものだったんですけど、うちとしてはこれで買い取りさせていただければなというところです。はい。どうしますか？売ります。売ります。家宝、はい家宝いいんですか？はい。あ、じゃあ後でちょっと手続きさせてもらいます。はい。
こちらで6本すべての楽器屋店員の私物ベース紹介&買取査定になりました。以上、6万人記念というところで、楽器屋店員の私物ベース6本紹介させていただきました。どうでした？いや楽しかったです。楽しそうですね。バイバイしてて。持ってるっていう話は聞いてましたけど、こうやって実際に音聞いて、紹介してもらうっていうのは非常に楽しい時間でしたね。はい、ありがとうございます。たまにはこうやってスタッフがみんなで和気あいあいで喋ってみる動画もいいんじゃないかなと思いますので、もし何かこういう動画出してほしいとかあったら、ぜひコメントをいただければと思います。小話なんかありますか皆さん。実は寺尾が引っ越すっていう。引っ越しますね。確かに。ホットな話題ですね、一番。もう決まった？決まりました、物件。おー決まってまあちょっと審査中なんですけど。はいはい。落ちるかもしれない。落ちたら、またやってください。うちの LINE チャットツールとかで、寺尾の家電小じが、余ってる家電ないですかっていう、なんか見つかりました？ドライヤーと、ドライヤー嫁さんがくれるんでちょうどうちもカーテンの丈が短かったから、買い替えとドライヤーも買い替えたんで、寺尾にあげようかなと。まあ、あと冷蔵庫と洗濯機と電子レンジをもらうの？あたりを募集してます。募集してる。はい。それ結構難しそうやけどな。余ってる人いないからね。断捨離してる人がいたら、あそうねぜひ、初めての一人暮らし？初めてです。でもあれ、引っ越しはうちのリピアスタッフのハンが住んでるろ。なんで？何情報？今家で使ってるモニタースピーカーを一人暮らしして使わなくなっちゃうから、あげますって言ったら、ハウンさんって人が欲しいって言うんで、このぐらいの金額でって言ったら、まあ値下げ交渉された。さまあなんで、どうしようかなって言ってたら、じゃあ、引っ越し手伝いますって言われたんで、お願いしますって言って、車出してもらって、なるほどね引っ越し一緒にやります。いいね。寺尾の引っ越し手伝ってくれる方、まだまだ募集してます。お願いします。いるかなまあ多分動画出る頃にはもう引っ越してると思うんですけど、という小話でした。弊社ですね。ギークインボックス横浜、ギークインボックス兵庫、ギークインボックスソウルございます。そして、村井が働いてますギターショップトニークもございます。ギターアウトレット横浜というアウトレットのお店ができました。ギターアウトレット横浜とトニークと GM 横浜は同じ平沼商店街というところにございますので、立ち寄りの際はぜひ3店舗回ってみてもらって楽しくショッピングしてもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。各種 SNS もやっております。インスタ、YouTube、X、TikTok やっております。最近はショート動画で僕とか寺尾とかがいっぱい出て面白い動画出してますので、ぜひそちらもご覧いただけたらなと思います。